さて、今日の自作バラなんですけれども、なんと今度は父親そっくりなバラが生まれました。この子の父親って誰だと思います？私が古くから持ってるバラの中でかなり香りがお気に入りって言っている特徴的なバラなんですけれども、わかりますかね？ちょっとね、完全に開ききってないのか、なんか虫の害で変形しちゃったのかな、わからないんだけど、ちゃんと開ききってはないんですけれども、もうちょっと待てば開くかもしれないですけど、明日また雨なので今日撮影してます。さあ、この子の父親はそうです、Eyes for You です。で、香りもすっごくいい香り、ティーの香りします。Eyes for You はスパイスの香りも入ってますよね。この子も割と複雑な感じのいろんな香りがしますよ。お父さんのいいところ見てくれたんじゃないかなと思います。そしてちょっと注意喚起なんですけれども、こちらこの子の名札なんですが、これね、この名札いつも買ってる日本製のやつなんですけれども、Amazon で去年の春にまとめ買いしたんですが、久しぶりに買ってみたところ、前に使ってたのの半分の薄さになってたんですよね。で、あれって思ったんですけども、もしかして私騙されてまがいものを買ってしまったかもしれません。薄さがいつもの半分ぐらいにペラペラになっていて、でこれ日光が当たる部分がすぐ消えちゃうみたいなんですよね、文字が。で、こんな感じで去年の春に鉢上げした2020年製のオリジナルのバラ80本近くあったんですけども、半分ぐらいね、名前がわからないような状態になってしまってました。そう、秋の時点でちょっと消えそうで心配だなとは思ってたんですけどね、ちょっと踏ん張れませんでした。秋すごく体調が悪くて、名札を書き換えたいと思いつつできなかったんですよね。そしたらこの春確認してみたら、そうですね、半分ぐらいが名前がわからない感じになってました。で、この子はギリギリお母さんがアプリコットドリフトでお父さんがアイズフォーユーってギリギリわかる感じで字が残っていたので、こちらはまた書き換えて名札をつけておこうと思います。お父さんとお母さんの名前はしっかり認識しておかないと、ちゃんと後輩の勉強にならないよって木村拓則先生もバラの家のバラ塾でおっしゃってたので、こういうミスはないようにしたいです。そして全体像はこんな感じです。これは何号ポットかな、4号ポットのうちに入るのかな、このぐらいの大きさのポットに今入ってます。で、この子のいいところは香りもそうなんですけども、香りもすごくいい香りなんですが、お母さんがアプリコットドリフトだからか、この花色、黄色とピンクとこの花色のブレンドが可愛いなと思っています。それからもう一つ、うちの交配した子たちほとんどが黒点病が出てるんですけども、この子は今のところ大丈夫そうですね。
アイズフォーユーがタイプ 1？ タイプ1ですかね。病気にかかりづらいバラなんですけども、お母さんもアプリコットドリフトということで、集計バラで強いバラだと思うので、もしかして大病性もあるバラかもしれませんね。楽しみです。で、この子の色のブレンドがすごい可愛いと言ってたんですけども、何よりもこのブロッチが入ったのが私的に嬉しいです。はい、この子たちはここ最近にご紹介した自作バラです。昨日雨だったので、この子たちは軒下に入れておきました。お花持ちも割といいようで、まだしっかり咲いてくれていますね。これからもしっかり観察していきたいと思ってます。はい、こちらはエンチャンテッドイブニングです。この子もすごい横張りに育ってますね。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。縦だと全体像画面に収まりきれません。お花を近づけますと、これまたとってもいい香りです。ブルーにグリーンと、あと果実の香りもするようです。この子はこの春早くにつぼみもついたのですが、つぼみの数が少ないなと思ったのでピンチして、で今まとまってつぼみがついてくれたところで咲かせて、そして撮影している感じです。はい、エンチャンテッドイブニング満開になってました。一昨日の夜から昨日と少し雨が降っていたんですが、ほとんど痛みが見られないと思います。で、とってもいい香りが風に乗ってきています。お花のしべが覗いてるのもすごく可愛いですね。全体像としてはこんな感じです。あまりお花持ちするバラではないのですが、たくさん咲いてくれると満足感のある一鉢です。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。